どうも、陰性水草大好きカプラです。水草水槽は綺麗だけど管理が大変だと思って始められない方々いらっしゃいませんか？おはようございます。ここに観葉植物を家に置く感覚と同じように、水が減ったら水を足すだけの超簡単管理の水槽があります。シャワーでジャーっと水を直接入れているだけです。日々部屋のインテリアの一部として眺めているだけですね。この水槽は今年の3月に陰性水草を中心とした水草レイアウトをしました。それから6ヶ月が経ちました。現在は水草たちも成長してめっちゃ綺麗に仕上がってきています。こういう水槽を作ると特に大変な管理もなく、インテリアの一部として水槽を手軽に楽しめます。皆さんが観葉植物を部屋に飾って楽しんでいるのと同じです。定期的に水をあげて、少し伸びてきたらたまにトリミングしてあげる。それだけです。やってることは同じです。大変な水替えも水槽の丸洗いもしてません。どうですか？やってみたくなりませんか？ということで今回はこの管理が楽な水槽の立ち上げから具体的な管理方法までを振り返ります。さらにこの水槽を維持する重要なポイントと現在の様子を徹底解説観察していきます。これ一本見ればこの水槽のこと理解していただけると思います。水槽をやったことがない方には一部難しいなと思う表現があるかもしれませんが、できるだけ簡単な表現で動画を作っています。最後まで見ていただくとこの水槽の全体像がわかるようにしてあります。この動画を見終わった皆さんは明日ホームセンターの水槽コーナーでどの水槽を買おうか迷っていることでしょう。おすすめの水槽のサイズも過去の動画で載せてますので、よかったら参考にしてください。改めましていつもご視聴ありがとうございます。カプラです。このチャンネルでは忙しい人でも楽して綺麗な水槽を長期維持することをテーマに動画を作っています。ぜひチャンネル登録していただいて、少しでもお忙しい皆さんの参考になればと思います。それでは水槽の立ち上げから振り返っていきます。水草水槽の立ち上げは大きく分けて8個に分けられます。最初に5個まで一気に振り返ります。残り3個は後からゆっくりと振り返っていきます。ということで最初はこの項目の中の水槽を選んで土を入れてレイアウトをして水を入れてポンプで循環するというところまでを振り返っていきます。はい、こちらは立ち上げの様子を振り返っています。3月ですね。まだまだ春の陽気ではなく、少しね、まだ肌寒い季節になってます。そんな中で水槽の立ち上げをしていきます。水槽は ADA60 センチキューブガーデンです。横幅60センチ、高さ36センチ、奥行き30センチの標準的な60センチ水槽サイズです。これを使った理由が家に60センチ水槽があったからです。45センチ水槽しかなかったらそれを使っていたと思います。水槽代は近所のアクアリストの方に格安で譲ってもらいました。ありがとうございます。次に土を選んでいきます。陰性水草水槽の立ち上げはこの低床材に何を選ぶかがマジで重要だと思ってます。私は溶岩砂利 M サイズを一番下に敷いています。厚さ1センチくらいです。これを入れると結構水がきれいに維持できるんですよね。おすすめです。次にその上に2センチくらいリベラソイルという栄養のあるソイルを敷いていきます。ソイルは水草をガンガン育てる栄養系ソイルと水の汚れを集めて処理する吸着系ソイルに分かれてるんですけど、このリベラソイルはちょうどその中間の性質があるようです。お店で売ってる水草一番とかアマズニアとかより早めに水槽の水がきれいになります。リベラソイルは栄養をガンガン消費するような草をあまり何年もね長期維持できないらしいんですが、今回使う植物はあまり栄養を消費しないでゆっくり育つ草たちなので何年も使える低床材だと思います。一番上に敷いているのはサプリソイルのスーパーパウダーです。これは吸着系ソイルなんですけど、
水草を育てる栄養も少し入っていて、今回みたいにゆっくりとした成長で水草を育てる環境にはバッチリハマります。吸着系のプラチナソイルパウダーを使ってもいいです。しかしサプリソイルには水草を早く栄養を吸収できるようになるブースト剤であるフルボ酸が多く含まれているので、水槽が早めに安定します。詳しい効果はサプリソイルの紹介動画ではないので割愛します。全体的には水をきれいにするソイルを入れつつ、陰性水草のために栄養素を少し入れていると、そんなイメージです。定床は合計で厚さ4センチくらいになりました。次にレイアウトですね。レイアウトはあまり水質を変化させるような石は使いません。竜王石とかちょっと白っぽい色の石は使わない方がいいです。水替えが面倒になります。使ったのは風山石です。それと流木です。流木にアヌビアスナナやブセファランドラといった陰性水草をこれでもかと巻きつけました。水槽の底には石に陰性水草を巻きつけてポンポンポンと上に置いただけです。どでかい草が水面から飛び出ていますが、これは山崎カズラです。山崎カズラですね。ものすごく栄養を吸収してくれる水草です。苔が生えづらい水槽にしてくれます。水の上でも育つので、どんどん上へ上へと伸びていきます。水は他の水槽から拝借しました。こうすると水槽の立ち上がりが圧倒的に速くなります。最初に入れる水ってすごく重要です。他に水槽がない人はバケツ4個くらいに水道水を張って1日放置するといいです。カルキ抜きを使わなくても塩素が飛びます。水温も部屋の温度に合わせられます。低くても22度から23度程度に上げておいた方がいいです。特に冬場ですからね。水道水を直接水槽に入れると水草が傷んでしまいます。陰性水草は成長や変化が遅いですから、最初に受けたダメージは後からボディーブローのようにじわじわと効いてきます。この最初に入れる水温が低すぎて陰性水草を全てダメにしてしまった経験があります。注意してください。60センチ水槽だと水が60リットルくらい入るので、バケツ4個でだいたい30リットル。これで半分ぐらいになります。バクテリア剤もバケツに何かしら入れるといいと思います。よくわからない場合は、ジェックスの水槽を買うと、最初に水質調整剤が入ってるので、それを入れます。あれを適当にバケツに入れておけばいいと思います。結局、バクテリアも普通に空気中に漂っていて、魚の糞とかエビの糞を栄養に増えていくので、ある程度汚れた水を入れた方が、早く水槽がね、綺麗になるんですよね。初めて水槽を立ち上げる人は仕方ないと思うんですが、もしやるならお店でヤマトヌマエビとかネオンテトラとかを買ってきて2週間くらいバケツにブクブクを入れてそのまま育成したらいいと思います。それに流木を沈めておけばアク抜きもできますし、水も弱酸性になるしおすすめです。その熟成された水を使って立ち上げに使うといいです。水が少し茶色っぽくなりますが、後からろ過フィルターを回すので全く問題ありません。そういったことも以前やったことがあります。私はあまり水に添加物や薬を入れずに自然に任せる方なので、こういったやり方もあります。参考にしてください。ここまでやるのに結構時間かかっちゃうんですよね。ゆっくりレイアウトしてるとあっという間に時間が経ちます。続きは明日にしようってことでもいいんですが、水草や水を入れたなら水は早めに循環させておいた方がいいです。小型ポンプか最低でもエアポンプを回しておいた方がいいです。なかなか仕事しているとゆっくりとまとまった時間取れないじゃないですか。水槽の立ち上げもゆっくり分けてやった方が楽です。そんな時はゲームのセーブポイントを作るように多少でも水を循環させておくといいです。これがセーブポイントになります。ここまでが立ち上げのワンセットです。あとはろ過フィルターを入れて終わりです。ここで重要なのは立ち上げ初期の汚れを取る活性炭を使うかどうかです。
私は水槽管理で楽をしたいので使います。ジェックスやコトブキのフィルターを買うと最初から活性炭フィルターがついてくるのでいいですよ。ろ過フィルターは外掛けフィルター、外部ろ過フィルターがあります。どっちでもいいんですが、しっかりと水草に栄養を行き渡せるために水流があるものを選ぶといいです。水流が弱い場合は、私みたいに水中ポンプを1個置いておけば水の循環を補助できます。小型ポンプは立ち上げでも水槽の維持でもどんな場面でも使えるので1個は持っておいた方がいいです。特に陰性水草は水がしっかり流れていた方がきれいに育ちます。私は今回外部ろ過フィルターを選びました。コトブキのサイレントボックス SV900X です。90センチから120センチ水槽用のフィルターです。水槽設置時の流量は1時間に900リットルあります。無負荷だとなんと1560リットル回ります。すごいです。それじゃあ洗濯機状態になるのかというと、ならないです。結局ろ材を詰め込むとフィルターの流量は落ちます。小さなフィルターですとこまめに掃除をしなければむしろ目詰まりで流量が落ちてしまいます。私は大きなフィルターを使うのが好きです。フィルターの生物ろ過ってフィルターにヘドロが詰まってから本気出すんですよ。小さいフィルターだとヘドロが溜まる頃には流量がガクッと減ってるんで、水がねちょろちょろしか出なくて掃除が必要になっちゃうんですよね。ちょっとぐらいでかい方が流量が落ちなくていいんですよ。むしろ目詰まりし始めたぐらいで流量ちょうど良くなります。使ったろ材はキャビティのプロです。それともともとセットで付属している活性炭ろ材を使ってます。活性炭は流木のアクで茶色くなった水を透明にする効果もあります。とりあえず水槽の立ち上げ初期に活性炭入れておくと水がきれいになっていいです。あとはメッシュ状の汚れをこし取るフィルターを入れてます。プレフィルターってやつですね。ここで大きな汚れをキャッチします。あとは組み立てて好きなフィルターパイプを使って終わりです。私は水面に貼る油膜を除去できる隙間付きステンレスパイプを使います。ステンレスパイプはガラスパイプと違ってパイプ内の汚れも見えづらいので放置管理に向いてます。ガラスパイプだとどうしても部屋の明かりとかでパイプに苔がついて汚れてしまいます。それに落としても割れる心配がないのでいいですよ。ステンレスパイプおすすめです。ここまで来れば一安心です。あとは二酸化炭素を点火してライトを照らせば放置水槽の完成です。二酸化炭素とライトの調整はかなり大事なのでこの後紹介します。とりあえずこんな感じで立ち上げて6ヶ月経ったのがこの状態です。山崎カズラも伸びすぎていい感じにライトスタンドを巻き込んでインテリアの一部に溶け込んでますね。めっちゃ良くないですか？これ私好きなんですよ。水槽の中の陰性水草もしっかり育ってます。アヌビアスも根が伸びて低床にしっかりと根っこを突き刺してそこから栄養を吸収しようと頑張ってます。今現在飼っている生態はオトシンクルスネグロが2匹、ヤマトヌマエビが 3,4 匹程度とミナミヌマエビが5匹程度と、あとザリガニの赤ちゃんが1匹いますね。魚は入れてません。私の好きな水草を観賞する水槽ですので苔取り生態以外は入れてないです。なので餌もあげてません。シルバーフライングフォックスを最初入れていたんですがプレミアムモスを食害するのでやめました。なので今は吸盤ちゃんとエビちゃんだけですね。1週間に1回エビの餌をあげていますがその程度です。その餌も水をあまり汚さない動物性タンパクを含まないものをあげています。あとは水が蒸発したら水を足すだけです。枯葉とかが下の方に結構溜まるんですよね。そうするとそれが腐敗してエビが食べたりそれがまた陰性水草の栄養になったりして循環しているっていうイメージですね。私の住んでる東京ですと水替えをたくさん行うと硬い苔が生え始めるんですよ。なので水替えをしないで生態を少なくしてできるだけ何にもしないで観葉植物的な感じで水槽を楽しんでいるというわけです。山崎カズラの根っこが伸びたら切るとか葉っぱが枯れているものがあればそれを切るとかその程度はしています。
半年足し水だけでほとんど放置してますが、水草が順調に伸びてきてます。そろそろまた陰性水草を採取して株を増やすことができそうなぐらいしっかりと育ってきました。こんな感じで管理していますが、本当に楽ですね。ほとんど日々何もしてません。この水槽の前でパソコン作業しながら水槽を眺めているだけです。水槽を眺めてると生態が多いなとか、光が強いなとか、逆に光が弱いなとか、トリミングがそろそろ必要だなとか、もうちょっとヤマトノファイビー入れようかなとか、そういったことを感じる瞬間が来るので、毎日見るようにはしています。6ヶ月維持してきた中で一番気にしていたポイントというのが、二酸化炭素と光の強さの設定なんですよね。特に光の量です。これを間違えると本当に陰性水草すぐにダメになっちゃいます。葉焼けしたり、黒ひげゴケが生えまくったり、ほんと汚くなります。リセットしたくなるくらいな嫌な思いをします。なのでここが一番重要じゃないかなと思ってます。ということで次は二酸化炭素の添加についてです。二酸化炭素の添加って迷いますよね。今回アヌビアスとか陰性水草だけの水槽ですから、ソイルを使わず砂利とかで二酸化炭素なしでも育てられるって言われてるほど、あんまり環境を選ばない水草たちなんですよ。そういう話を聞くと二酸化炭素の導入は余計悩んじゃうんですよね。私もアクアリウム始めた時めちゃくちゃ迷いました。二酸化炭素の添加をするかしないかはみんな迷うと思います。なんでかって結構初期導入コストがかかるんですよ。それにいろいろな情報を探してると知ることになるんですけど、二酸化炭素の添加をしなくてもそこそこ綺麗に育つ水草も多いんですよ。ただね、いろんな意見がある中で気をつけていただきたいのが、二酸化炭素なくても綺麗に育つよ、いやいやむしろいらないよ、必要ねえとかね、そういった強く押す意見はポジショントークなんですよね。あった方がいいっていう人はあった方がうまくいったという体験から言ってるんですよ。なくてもいいよって言ってる人はなくても成功してる人なんですよね。わりかし二酸化炭素の良さと悪さを知ってたり、なくても綺麗に育てられる技術が備わってる感じの意見です。で、ない方がいいよって言ってる方は二酸化炭素を添加したことで逆に苦労した人の意見なんですよね。二酸化炭素について YouTube で過去に話をしてきたことがあるんですけど、この水草めっちゃ簡単だから二酸化炭素なんか添加いらねえよってコメントがつくことがあるんですよ。とりあえずすごいっすねって返しといたんですけど、これはアドバイスでも何でもなくて、綺麗に水槽管理できる俺すげえっていう承認欲求強めの意見なんですよね。まあそんな話が溢れる中で、こんなこと聞くと余計に迷いませんか？誰の話を信じればいいのってなりますよね。この話の中でポイントがあって、あまり聞かない意見が1個あるんですよ。それが、二酸化炭素を添加したら水草が全然育たなくなった、いやむしろ枯れたっていう意見なんですよね。これね、聞かないんですよ。私の意見としては、二酸化炭素があると綺麗な水草水槽を作るのにみんなの背中をポンと後押ししてくれるアイテムなんですよね。水質とか栄養とかが極端に悪いとうまくいかないんですけど、そのうまくいく幅が若干広がる感じがするんですよね。ストライクゾーンが広くなるんですよ。ちょっと条件悪いけど CO2 あるからまあうまくいってるみたいなこともあります。いろいろ考えなくていいんですよ。入れときゃ割と簡単に綺麗な水草水槽作れるんですよね。水槽を始めたばかしの人にこそ勧めたいです。二酸化炭素は入れた方がいいです。使ってみていらないなと思ったら後でメルカリで売ればいいんですから、とりあえず入れた方がいいです。いろいろ経験して必要なければ排除していけばいいと思ってます。そもそも最初から道具がないとその経験すらできないですから、まずは使ってみた方がいいです。じゃあ実際どんな感じで使ってるのかっていうのを私のチャンネルの動画とかを参考にしてくれるといいわけですね。で、私の水槽の二酸化炭素の添加量はだいたいこんなもんです。エビが窒息しない程度に添加してます。使ってるのは、この水槽は化学反応式ボンベって言われてるやつですね。
他の水槽ではビールサーバーとかで使う緑色の二酸化炭素のボンベを使ってます。これは業務用ですね。この水槽では化学反応式ボンベを使ってます。もともと重曹とクエン酸の2つの薬を使って二酸化炭素を発生させる装置なんですけど、私はこの中にドライアイスを入れて使ってます。ドライアイスの二酸化炭素を充填して水槽に添加してます。ドライアイスはアイスクリーム屋さんでアイスを買った時についてくるので、実質無料で維持してます。皆さんはちゃんとダイソーとかで重曹とクエン酸買って使ってください。これについてここで詳しく話すことはしないので、気になる人は概要欄にリンク貼っておきますので、そちら参考にしてください。二酸化炭素の添加量はよく1秒1滴とか聞きますが、その1秒と1滴とか2滴とかの話をするとものすごく難しいんですよね。なので、このディフューザーから出てる粒の大きさと量を見てくれたらいいかなと思います。だいたいこんなもんです。これをライトが点灯する1時間前から点火して、ライトが消灯する1時間前に点火を止めてます。次はライトの光の量ですね。使ってるライトは60センチ水槽に対してかなり小さな30センチ水槽用のライトを使ってます。種類はウィークアクア M300SE ですね。このモデルは RGB と UVA の4色を搭載しているライトで、調光とタイマー機能がついてます。1500ルーメンの 25W のライトです。それを使用電力 24% で8時間点灯しています。ライトを吊り下げる高さを水面から24センチにしていて、実際に光量測定すると PPFD が水面で20程度、水深10センチで10程度に調整しています。部屋の明かりをつけるとこれらの数値が3ぐらい上がります。他の有形層の水槽に比べると明るさ3分の1ってところです。水面にライトをもっと近づけて管理するなら、さらに光の強さを落として使います。だけど30センチのライトだと照射範囲が狭くなっちゃうので、できるだけ高く吊り下げて光を拡散しながら陰性水草の適正光量に調整しています。これ以上設定光量を高くしちゃうと水面近くのアヌビアスが葉焼けしますし、逆に弱すぎると流木についているプレミアムモスが枯れてしまいます。そんな水草の様子を観察しながら決めた光量です。照射時間は8時間で、低いパワーで長めにゆっくり照射しているイメージです。スタンドにライトを巻きつけているのはインテリアのためです。間接照明的な役割になってます。ウィークアクア T12 チューブを使ってます。これは7色の LED ライトを搭載しているので、アプリで調光すると太陽光に似せたり、寒色系に調整したり、青とか赤強めに調整したりとか、かなり自由度の高いライトの調整ができますので、部屋のインテリアを好きな雰囲気の色合いに調整することができます。水中でも使える水槽用のライトなんですけど、アロワナとかで使ったり、生態をきれいに見せる、演出するためのライトなんですが、こういった間接照明的な役割で使ってます。ビカクシダとか壁に設置する草にも同じようにして使えます。ライトの光の設定はこんな感じですね。60センチ水槽に30センチ用のライトを使っているのがポイントです。そんなパワー必要ない水草水槽です。この設定であれば何にもせず、黒ひげゴケも出ず、葉焼けもせず、ただ立ち水をするだけで管理できます。同じライトを持っている方はそのまま調光の数値を真似していただければ同じ環境が再現できます。同じライトを持ってなくても出力をルーメンで換算してご自身の持っているライトと照らし合わせて調光するなり、ライトの高さを上げるなりして同じような環境を作ることも可能です。補助として立ち上げの時からオゾン発生器を使ってます。オゾン発生器は紫外線殺菌灯のような苔の発生や病原菌の発生を抑える効果があります。ですが紫外線殺菌灯ほど強いものではありません。いいバクテリアの繁殖を残しながらゆっくりと効いていくイメージです。苔の増殖を抑える効果があります。ですが、すでに生えている苔を減らすという効果はありません。
苔取り生態の力を借りながら少しずつ水をきれいにしていく効果があります。苔取り生態の力を借りながら苔を減らしつつ新たに苔が発生するという状況を抑えることができると、そういった装置になってます。少しずつ水をきれいにしていくって効果があります。つまりエビなどのデリケートな生態に影響なく効果を得られるっていうものになってます。設定が変えられるので、小型水槽でも60センチ水槽でも90センチ水槽でも使うことができます。補助の小型ポンプも忘れずに設置してます。この水槽は裏側が水の流れを良くするために大きく空間を空けてます。後ろ側に入った水は流木の隙間を通って手前側に押し出される流れになっています。これで水草が密な部分でも水流を維持でき、栄養を行き渡らせることができます。これであとはとことん放置です。水が減ったらシャワーで水を入れて、ヤマザキカズラの根っこが伸びたらそれを切るだけです。主な栄養はエビの糞と水草の枯れ葉、それと少しだけ入れたリベラソイルです。バクテリアが葉っぱや糞を分解して栄養素にしたり、少しずつ水中に溶け出すリベラソイルの栄養を消費しながら陰性水草たちはここまで成長してきました。多少低床にゴミが溜まるんで、1回だけ水の流れを良くするためにプロホースで低床剤の表面をさらっと掃除しました。半年間で1回だけやりました。それ以外はノータッチです。アナビアスナナも新しい茎と葉っぱを展開してきれいに育ってます。ブセファランドラもかなり大きくなってきました。CO2 添加するとブセファランドラも葉が大きくなりがちなので立派に育ってきてますね。プレモスもじっくりと育っているようなんですが、このプレモスだけはエビの餌になっているようです。もうちょっとプレモスは光の強さが必要なんですよ。だけどこれ以上光を強くすると他の陰性水草に苔が出始めるので諦めてます。エビに食われつつ少しずつプレモスが成長しているっていうような成長具合になっています。そろそろ陰性水草をトリミングして水流をねさらに良くして、また陰性水草のストックを増やして別の水槽で使っていきたいですね。水草もこうやって一度環境ができてしまえば放置で管理できるので無限に増えるわけです。そしたらまた次の水槽に移せるので、1台こういうベースとなる水槽があると便利だと思います。特に陰性水草、アヌビアスとかブセファランドラってレイアウトで使いやすいので、めちゃめちゃ水槽レイアウトが映えるので、この水草たちは増やしておくとレイアウトに役立つと思います。ガラスの蓋をしておけば出張とか家を2週間くらい開ける時があっても全然大丈夫です。水もあまり蒸発しませんし、餌もほとんど必要ないんで何にも異常事態は起きないです。家を出て帰ってきても何ら変わりないです。むしろ水草がちょっと育ってるなーって感じるくらいです。水替えをしないので水替えで起きるリスクってのもありません。地域による水質の違いの影響もかなり減るのでいいですよ。忙しい人にこそおすすめしたい水槽です。ではまた。